通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、実写版モアナからの話題になります。先日ですね、この実写版モアナのティザーが公開されまして、これがですね、とんでもない低評価ボムを食らっているというんですね。もうディズニーといえばこの低評価ボムですから、もはやね、珍しいものでもなくなってきておりますが、果たしてなぜこの実写版モアナが低評価ボムに見舞われているのか、このあたりを詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日ですね、実写版のモアナのティザーが公開されました。もうなんかちょっとこの辺混乱してきますよね。そもそもモアナがね、初公開されたのもそこまで昔ではありませんし、モアナ2に至ってはこれ公開されたばかりでしょ。そして今回、実写版のモアナのティザーが出てきたと。するとですね、これが大変評判が悪いようで、とんでもない低評価ボムを食らっているというんですね。モアナ実写版のティザートレーラーが白雪姫と同様に YouTube で大量の低評価によって容赦のないレーシオを食らっている。ということで早速ですがこちらですね、レーシオとあります。こちらが本日のキーワードになります。ratio。ある数量がもう一方よりどれだけ大きいかを示す2つの集団または数量の関係ということでね、こちらのレーシオというのは比率という意味になります。で、今日はですね、この意味自体というよりもこの発音ですね、レーシオとこのように読むんですが、これね、見ていただくとわかりますが、死が入ってないでしょ。このまま読めばレイティオになるかラティオになるか、どっちかかなと思うんですが、これがね、レーシオになるわけですよ。で、これね、一つの傾向なんですが、このね、後半にあります TIO。この組み合わせの場合、この TI は死に化ける傾向があります。他の例を見るとね、よくわかると思いますよ。代表格はこちらですね。アクション。これね、死が入ってないでしょ。こちらもそうです。ネーション。あとこれもそうですね。駅、ステーション。これすべてね、TIO が入っているんですが、この中の TI が死に化けているというわけですね。ですので、こちらのね、レーシオも、綴りのまま読まないようにね、気をつけてください。ということで、こちらは、モアナ実写版のティザートレーラーが、スノーホワイトと同様に YouTube で大量の低評価によって容赦ない比率を食らっている。ディズニーは実写版モアナの初映像を公開したが、より大きい話題になっているのは、ビジュアルでも音楽でもキャストでもない。YouTube にほぼ即座に押し寄せたモアナ予告編に対しての大量の低評価だ。この記事執筆時点でティザーは3万2000の高評価に対し5万9000の低評価という極端なレーシオになっており、この不均衡さはどこかで見覚えがある。ね、どこでしょうね。もしデジャブを感じているならば理由は簡単で、まさに同じことが白雪姫でも起き、その作品は興行的に大失敗したからだ。ということで、こちらがね、モアナの概要になります。モアナはディズニーの2016年のアニメ映画、モアナを実写化したアメリカのミュージカルアドベンチャー映画であり、モアナフランチャイズの第3作目となっている。監督はトーマス・ケイル。脚本はジャレッド・ブッシュとデイナ・ルドゥーミラー。制作はドウェイン・ジョンソンらが務めている。ね、これドウェイン・ジョンソンがプロデューサーに入ってるんですね。主演は映画デビューとなるキャサリン・ラガイアがモアナ役を演じ、ジョンソンはアニメ版と同じくマウイ役を再現する。ということでね、この実写版モアナというのは、非常にね、ドウェイン・ジョンソン色の強い映画となっておりまして、ね、ブラックアダムでやってしまいましたからね、こっちで頑張ってるんですね、ドウェイン・ジョンソン。プロデュースでね、名前を連ねておりまして、さらにはこちらですね、マウイ役としても、オリジナルから引き続きね、名を連ねていると。こういう映画になっています。そしてね、主演のキャサリン・ラガイアは、この方ね、18歳ということですが、今回が映画デビューとなっているということなんですね。で、一応公開はね、こちらにありますが、2026年の7月10日に予定しているということのようですね。モアナ実写版トレーラーが 67% という容赦ない低評価比率で YouTube 上で叩き潰されている。ディズニーは実写版モアナの最初のティザートレーラーを公開したが、世間の反応は公開直後から圧倒的にネガティブで、YouTube の低評価が爆発的に増えた。公開後48時間以内にトレーラーは約3万5000件の高評価に対し、約7万1000件の低評価に達している。これはおよそ 67% が低評価という比率を示している。ということで、じゃあ早速ね、実際見ていきましょうか。こちらがね、先日公開されました、モアナのオフィシャルティーザーとなってますね。そして現在ね、再生回数が728万回、そして高評価が 4.1 万件と低評価11万件と
いうことで、まあこれはなかなかの比率ですよね。つまり現在は低評価率が 72.8% まで上昇していると。で、この低評価率はですね、こちらね、おなじみ実写版白雪姫ですよ。こちらね、2162万回の再生に対し、高評価 8.3 万件、そしてね、低評価242万件というね、これを見てるとね、なんか大したことがないような気がしてしまいますが、モアナが大したことないわけじゃなくって、大使がひどいだけなんです。そこ勘違いしないでくださいね。十分ひどいですからね。特にね、このチャンネルご覧になってる皆さんは、この辺の感覚、麻痺している恐れがありますが、低評価率 70% を超えるというのは、これ相当ですので、ちなみにですね、日本のティザーに関してはこちらですね。現在ね、146万回再生されておりまして、高評価4149件、低評価542件ということで、まだね、日本は平和でして、高評価が低評価を上回っているという状態になっています。これでもちょっと低評価率高いですけどね、普通に考えて。で、日本の方はね、このようにコメントがオフになっているんですが、本国はね、さすがですよ。コメント欄オープンですからね。現在ね、12,180件コメントついてますので、見ていきましょうか。モアナ、実写成分 12% 増し。まあでも、これでしょ多分ね。ちょっとね、後ほど詳しく見ますが、福さんもね、これなんじゃないかなと思いますよ。この予告編に1円もお金を払っていませんが、返金をお願いします。もうね、恒例のコメントですが。ということはね、つまりこれも来ますよ皆さん。コメント欄を閉じなかったディズニーには敬意を表します。ね、本国はコメント欄をオープンにしてくれますからね。モアナ映画はもう十分だと思う。これもね、どっかで見たことありますね。この予告編を見たら、テレビの上に座ってソファーを眺めたくなります。これ白雪姫の時にあったやつですね。これもそうですよ。ディズニー、近くの劇場で公開。俺、それは脅しですか？全部白雪姫じゃん、これ。これもそうですよ。もし飛行機の中でこの映画を見かけても途中で降りると思う。ウォルト・ディズニーが墓の中で高速回転しすぎて、その運動エネルギーで今後1000年ハリウッドを賄えるでしょう。チャット GPT、モアナの実写版予告編を作ってください。で、これ言ってる人も実はすごく多くって、AI っぽいってね、みんな言ってるんですね。多分これね、YouTube にも、勝手に作られた AI の予告編って氾濫してるでしょ。多分その影響が大きいんじゃないかなと思いますね。つまりこれは実写の人間を挿入しただけで、基本的にはアニメと全く同じということです。で、要するにね、これ何を言っているかというと、このね、モアナ、大自然が舞台にはなっているんですが、結局ね、画面上で見えているのは、ほぼ CG なんですね。もうこれなんかまさにそうでしょう。つまり、オリジナルのモアナとね、見分けつかないわけですよ、これ。どうですか皆さん。これがね、実写版モアナですって言われても、これオリジナルでしょって思う人がほとんどなんじゃないかなと思いますが、これを実写版と言ってるわけですよ、ディズニーは。これもそうでしょ、だって。そしてね、これもそうですよ、ここね。で、おそらくこれもそうでしょ。これもそうじゃないですか。これ実写じゃないでしょ、だって。つまりね、主な批判というのは、これを実写化と言うなというところなんですね。で、ライオンキングの場合はね、あれを超実写版ということで乗り切っていたんじゃないかなと思いますが、でもあれはね、動物が主演だし、仕方ないよねと。そこでね、なんとか納得できてたんじゃないかなと思いますが、結局ね、人間が主人公のアニメを実写化すると言っても、ほとんどが CG の映画になるということで、これね、ただの本当に焼き直しなんですね。で、それがね、こちらにも現れておりまして、これね、ファンダンゴです。ロッテントマトの親会社ですね。これチケット会社になるんですが、ここがね、こうやって比較動画というのを出してるんですよ。2016年版との。で、当然ね、このファンダンゴはこれを肯定的に言っているわけですが、これ一般的に見たら、じゃあオリジナルでいいじゃんということになってしまうということですよね。だからこれプロモーションとしてはすごく良くないと思いますよ。これ今に始まったことじゃないんですけどね。ヒックとドラゴンでもやってたでしょ。だからオリジナルのね、人物だけを本当の人間に置き換えましたみたいな。そういったところに対しての批判が低評価ということですよね。それはね、コメント欄でもみんな指摘しておりまして。つまり、実写が5分の1で、残り5分の4が CG ってことですか。どこに違いがあるの？全く意味がない。この下も同じですね。全く意味がないと。どっちがどっちなのか、全く区別がつかない。なんで実写版を作るって言いながら、結局こんな CG まみれにするのか理解ができない。こちらね、だから必要ないんだって。こちらね、ディスカッシングフィルムもこれを伝えています。ディズニーの実写部門は9年前に作ったものと同じものをまた作ります。色なんてもう大嫌いなので、全部再度落としてクソみたいな見た目にします。そして10億ドルを稼ぎますと。ね、ほんとこれだと思いますね。この実写版モアナに関しては、実写版白雪姫の批判とはもう全く違いますので、多分ヒットするでしょう。それも分かってるということですよね。だからつまりディズニーはね、強い IP を使って、一応実写化という体で、再度作り直して、もう一回稼ごうとしてると。で、一般の人はね、それを分かっているということですね。アニメの名作を全て実写化したら、次はその実写版をさらにリメイクし始めるだろう。このペースならいつかなくなりますからね。ここね、実写とはと。こちらディスカッシングフィルムの別の投稿ですね。これ面白い。古い映画のリメイクをするのはやめてって頼んだら、今度は新しい映画をリメイクし始めた。リメイクはどっちですか？ 2016 年に公開された映画をなぜリメイクするのか。
宮崎駿は君たちはどう生きるかの制作を2016年に始め、約7年半をかけてあの美しい映画を作り上げた。創造性が枯渇したディズニーは同じ期間で続編と実写リメイクを合わせて20本近く量産している。多分自分は意識が高すぎなのかもしれないけど、公開から10年も経っていない映画をリメイクして、しかも続編がたった1年前に出たばかりっていうのはなんというか。なぜ2016年の作品をリメイクしているの？金のためなのはわかるけど、公開からまだ10年も経っていない映画にノスタルジーを感じる人なんているの？全く理解できない。ごく最近の作品をリメイクしているということ自体が問題だと思うし、とりわけザ・ロック自身がこの企画を望み、自分のキャラを自分で演じたいと言ったという点が、この作品のクオリティがどんなものなのか、全てを物語っている気がする。主演の女優さんが気の毒だ。はい、ということで本日はですね、先日実写版モアナのティザーが公開されまして、この YouTube の動画がとんでもない低評価ボムを受けているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？先ほどね、皆さんの反応を見てみると、なんでね、これが低評価ボムを受けているのかというのはおおよそわかるんじゃないかなと思います。そもそもがね、オリジナルの公開が今から9年前でしょ。公開時には10年前になるわけですが、実際ね、そこまで古いという印象がないんですよね、モアナは。で、これはね、まだその続編が公開されたばかりというのもあるんじゃないかなと思います。だからね、古い映画を実写化し尽くして、新しい映画を実写化し始めてるという言われてるぐらいでね、ここに対しての低評価なんじゃないかなというような気はしますね。これからね、ラプンツェルの実写版も制作されるということですので、あと何が実写化されてないんでしたっけ、有名どころって。徐々にね、その玉もなくなってきているのかなというような印象はありますが、アナ雪ですか、次は。どうなんですかね。で、プクタもね、これに関しては以前ね、X でポストしたんですが、先ほど言った通りですね、オリジナルを作るよりも、実写化という体で同じ IP を使って再発売したいということでしょ。だから実写をすることによっての良さとか、そういうのとかも正直ね、どうでもいいんじゃないかなと思いますよ。実写化と言ってれば新作として出せるんでね、ヒットすると分かっている、強い IP、人気のある IP を使って、同じものを作ってね、手堅く稼ぎたいと。オリジナルの再公開よりはインパクトあるでしょうからね。そういうことなんじゃないかなというような気はしますね。皆さんはこの実写版モアナ、ご覧になりたいですが、ぜひね、感想を聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。